こんにちは、こんばんは、おはようございます。おやすみなさい。猪狩周平です。今日はですね、すごい人が来てくれましたよ。シムのボーカルマー君です。シムのボーカルのマーです。よろしくお願いします。いやー、大阪のバンドマンチャンネル初ゲストですから。そうですね、関東代表バンドマンとして、我々ね、ほんま付き合いめちゃくちゃ長いんですよ。で、生い立ちからね、喋ってもいいんですけどね、せっかくなんでテレビとかネットでは絶対に聞けないインタビューをしたいなと思っております。そうだよ。そうでしょ、今更なんか我々の馴れ初めなんてね、聞いたって仕方ないやん。まあね、いっぱい喋ったしね。まあ飽きた。いや言うな視聴者の声を代弁するということなんで、俺ぐらいしか聞けないであろうという、そういうようなインタビューを取っていきたいと思いますので、ちょっと覚悟していただいて。まあ断るやつは断るそれはね、まあね、サービス精神のあるマーさんですからそれは頑張ってほしいんですけど、ある程度のやっぱキャラは保ちつつキャラって言ったんだこいつこんなんやけどめちゃくちゃいいやつや怖いなー、なんかやだな。ということでね、ちょっと僕たくさん考えてきました。はい、のでちょっと聞いていきます。身長、 168、体重、 60ぐらいじゃない？血液型、 A です。足のサイズ、 26.5。経験人数、数えたことないわすごい幅がいきなり数えたことないいきなり2秒で答えれんくなってるでもそんな多くないと思うあ、結構普通に答えてくれそうになるんですね。数えたことない。数えたことある？逆に。いや、数えたことない。もうご結婚されてますからはい、ね。そうですね。それで言うと、その奥さんとの出会いはどんな感じなの？あれは猪狩はいなかったか。うんマサトと、うんあとタカうんと飲んでて、うんなんか俺は彼女欲しいみたいな話になって、うんどういう子がいいのみたいになって、ハーフの子とかそんなお言ってみたら、じゃあ友達呼ぶわって言って呼んでくれたのがアリちゃんだった。マジで？マサとか呼んだ？いや、タカが、タカが呼んでくれた。そう、タカが友達紹介するよっつって Google 画像検索でこれって言われて、いやこんな子来ないでしょと思ったらそのまんまの子が来たからうわみたいな。ちょっと待って、そんな感じで出会えんの？そう、ちょっとタカ俺も頼むすごくない？すごいですね。そうだからもうほんと昔高校生ぐらいの時の友達みたいなからの。なるほどね。長く友達やって、そうだ、ほんと初期のワンオクのライブとか普通に友達と行ってたよみたいな。めちゃくちゃそうだから、でそっから仲良くなってみたいな。そうでそこで知り合ってで付き合って結婚みたいな。すごい。タカめっちゃ喜んでた。そうやろな。だって俺この人とは真面目に付き合っていくねんなって思ったことがあって、ちょっと大事にする人ができたから紹介するからご飯食べに行こうって言われたもん。そう3人でその奥さんとマーと俺で彼女ですとか言われて猪狩ですって言ってあれは照れたで。やっぱでもさ、自分の一番信頼してる友達に紹介できる女性かってでかいじゃん。まあ、男だけの感覚かもしれないけど、男友達の中にポンって紹介とか呼んでもなんだろう、自慢の彼女ですって言えるかどうかっていうさ、こう一つ一つの気が利くとか、ちょうどいいところで放っといてくれるとか、もうわかるわそういうのってすごく、まあ俺は男社会だからっていうのもあるけど、自分の友達が「あの子いいね」って言ってくれるかどうかってでかいじゃん。でかい。自分だけが好きでもさ、周りがみんな好いてくれるやっぱ彼女じゃないと奥さんにはできないかなっていうのがあったから、だから猪狩正人タカとかにはちゃんと紹介して、すごいな。そうあの子だったらマーと会うよってみんなが言ってくれる子だったら、最後の一押しじゃないけど、そうかなっていうのがあったかな。いやすごいね。その日朝まで飲みましたから。素晴らしい。結局
でめっちゃええ子やな言って帰ったような気がする、めちゃくちゃいい子やんな確かに。めちゃくちゃええ子やんな。1回だけ一緒に飲ませてもらった時あった。猪狩もおったし。あ、うちでね。なんていい子なんだってその言葉しか出てこなかった。わかるわかる。照れくさいと思うんですけれども、はい、そのプロポーズの言葉なんて危なかった。俺も流れで聞こうと思ってたんですよ。ちょっと聞いたりできないですかね。まあちょっと流れは言えないけど、まあいろいろあって普通にも結婚しようって言った。あ、もう、そうなんや。結婚しよう、もう結婚しようって言った。おお、そしたらいいよみたいな。ああ、いいですね。はっきり言ったんですね。そうですね。あ、それは素晴らしいですね。それこそあれだわ、はじまざ東京の日だわ。そうやわ。俺その流れは知ってるから俺も。そうや。思い出した。流れはね。流れは言えないけど。思い出した思い出した。はいはい。めっちゃ気になる。はじまざが東京でサーキットやった時のそう夜に帰って結婚しようって言ったらいいよっていう。そうですね、完璧に思い出しました、そして流れは絶対に言えません。まあいろいろあってね、いろいろあった、まあでも今結婚できてよかったです。よかったです。ちょっと奥さんとの話もうちょい聞きたいな。いるっしょ。だって多分大事。まああんま喋ってないからね。喋ることなんかないやん。だってさ、激ロックのインタビューとかでさ、じゃあプロポーズの言葉なんですよとか村岡さんこれちょっと結婚式呼んでいただいたんですね、俺なんでやねんっていうことが結婚式の時にあってさ、結婚式終わって3次会ぐらいでカラオケバーみたいなとこ行ったよ。行ったね。でみんなで行って、でタカが「今日はWherever You Are」を歌うわって感じでカラオケで歌ってくれたわけよ。俺らのためにね。俺とアリちゃんのために。最高と思ってたらサビでゴリが下ハモ歌ってきてあれやばいよね。なんでやねん。みんなこうやってさこうなってたのにさ、もう全こうなってなんでお前が歌うの。うまいしね。うまいねん。そう、あいつハモリすごいうまい。下ハモすごいうまいのよ。なんでお前が歌うねんって言われてんのに全然やめへんしさ。あれだけはなんでやねんでしたね。面白かったな。でもあれめっちゃおもろかった。全然違う方向行っていいですか。はい。やっぱ次に聞きたいのは皆さんお金の話やと思うんですよね。で我々やっぱこうライブのギャラとか、まあはいろんな人プロデュースしたりとか、いろんなあると思うねんけど、そう仕事とかの一本プロデュースこれやりました、ライブこれ出ましたとか、そういうのの最高額とか教えてもらえないですかね。一本なんかね、その音楽、まあバンドマンのお金のもらい方ってさ、パターンがあってさ、その固定給ですごいしっかりもらって、歩合は少ないっていうパターンか、固定給少ないけど歩合がでかいっていうパターンかじゃん。あなたはどっちなんですか。俺はこっちなの。歩合がでかい。でもその歩合ってシムの場合は物販なんだ。なるほど。物販の歩合がでかいだけでギャラ出演料とかは基本もらってないの、メンバーは。ああ、会社はもらってるけど、そう、会社に一旦入って、でそこから固定給が出てて、なるほど。で別で物販で稼いだお金は歩合でシムももらえる。そうか。だから一本一本の仕事っていうと正直そんなもらってない。なるほどなるほど。だよね。なるほどね。むしろ全然もらってないかも。でも物販で歩合でもらってるバンドが一番儲かってるはずですからね。そう、ただギャンブルなんだよね。確かに。そう。だからコロナ禍でライブできない間とかはライブがないから最悪だったよね。だって固定給なんてうちシムで言えばもう家賃払えば吹っ飛んじゃうみたいな額だから、だから食費どうしようみたいな感じだった、コロナの時は。もうマジ物販も何もゼロ。だからその間に通販でみんな買ってくれてありがたいな、助かるみたいな。もうほんまにね、2年前と去年の確定申告店でやりたいよ。死ぬって。全然違うかったもんな。ほんまに。本当は T シャツ何枚売れたらミルク
赤ちゃんにあげれるみたいなでも本当にそうだからね俺らの場合で今ってさ印税も大したことないじゃん、そうコロナ禍で、ツイッターかなんかでそのさ給付金とか、アーティストイベント事業者に対して給付金を渡すべきかどうかみたいな時あって、でそこのなんかコメントとか見てたら、音楽やってるやつなんて印税で食ってんだから関係ねえだろみたいなこと言ってる人がいるわけ。そんな人いんの？それってもう30年前の話じゃん、印税で食っていけるなんて、だって今 CD10 万枚売れたら大ヒットなわけ。大ヒット10万枚初週で売れてたら1位ですよ。そうオリコン1位なんて1万枚前後ぐらいじゃん、印税なんてさスズメの涙程度なのに、あそういうイメージで今も生きてる人がいるんだ。そうなんや、印税ってね年に4回来るんですよね、でだからリリースした後は結構大きなお金が来る時もあるけど、もう4回のうち2回目ぐらいからなんてもうボーンと下がっていくし、そうだよね、いらんみたいな時ない、だから気にしてないもんね、あ、入ってるみたいなそうそうそう、まあドカって売れた時は入ってくるだろうね。もう印税はなかなか難しいですね。まあ本当はあれだよね、100万枚とか、まあ何年に一度しかないぐらいのあれだけど100万枚とか売ったり、まあ主題歌で超ヒットとか、ああいうレベルだったら違うと思うけどね。そうだと思う、カラオケでめちゃくちゃ歌われたりとか。俺らみたいにライブで食ってるバンドからしたらあんまり縁がないよね。そうやな、印税生活は。多分ね、モンパチとかドラゴンシュは違うと思います。そうだね。やっぱカラオケで歌うもんね。歌うもん。知らんけど。今日あれツイッターとか見てました？あんま見てないか今日は。今日はね、実は俺のツイッターで質問をいっぱい募集しました。ああ、俺に？はい。で、なんでこっからはちょっとお客さんからの質問、こっちの方が突っ込まれるんちゃうかな。意外な質問来るかもね。やと思う。正直マーコスはどう思いますか？マーコス、俺のコスプレをしている。たまにさフェスとかで見かけるやん。あ、別に何も思わない。なんか思ってあげてよ。なんか思われたいからやってるんちゃうのあれ。いやでもなんかまあただ出始めた頃はすごい自信になったっていうか、なるほど、見た目を真似したくなるってすごいことだと思って、それは俺のキャラクターがちゃんと確立されたっていうことじゃん、だし、そこまで熱狂的なファンができたんだなっていうのはすごい嬉しくて、でそれが今は慣れたね、慣れてきた。だとお前やめろよとかも別にない。全然別にしたい格好でライブ来ればいいと思うし、ただ別にそれを目に留めてるわけでもないし。そう、ただ調子乗ってるやつは腹立つけどまあでも趣味の範囲内でやってる分には全然可愛いなって思う。もっと怒ってると思った。ツイッターでは、ああいうの嫌って思ってんじゃないか的な話が出回ってました。別にそんなことないかな。全然、ただそれを可愛がってなんかなんつうの、そいつが調子乗るようにはしたくない。そうしたらそいつも嫌われるじゃん、多分周りから。うわ、逆優しい。ちょっと待って、こいつもうなんなん、考えられへんぐらい優しい。天井人やん。今の考え方ありえへん。なんなんそれ。だから放っておいてる、これは。なるほどね。それを腹立ててそいつがまた何か言われたらかわいそうじゃないかと。何これ。パパは違うね。そこやな。人の親になるとね。正直その子供の世話ってどこまでやんの？いやでもやっぱ奥さんにも頼りっきりですよ、それは。そうなの？奥さんが仕事とかで出かけてる時は付きっきりでやるけど、それ以外の時は仕事に集中させてもらって、やってもらうって感じ。なるほど。ただ俺がさ料理するじゃん、料理するからそこはなんか逆に俺が夕飯作って、奥さんが子供にご飯あげてみたいな。なるほどなるほど、だから直接的に子育てを子供にこうやってやってるわけじゃないけど、違うところを頑張るみたいな。子供生まれないと分かんないと思うけど、生まれた最初の数ヶ月って、マジで2時間3時間おきにおむつ替えたりミルクあげたりしなきゃいけないから、もう死のこと言ってられないんだよね。やんないと死んじゃうから。やんないと死んじゃう。
やんないと死んじゃうし、おむつもちょっと忘れてたらかぶれちゃうし、この辺がかわいそうってなるから、俺ちょっと人の親になるの無理かもしれないと思うけど、なったらやるしかないからやるよ絶対。やるか。じゃあこんな質問もあるから、じゃあお子さんの最近の可愛いエピソードなんてありますか？可愛いか。ほのぼのする質問だね。キスを覚えた。キスメイって言ったらダダダって走ってきてあれ可愛いやん。めちゃくちゃ可愛いな。しかもあの子ダントツで可愛いからな。そう、うちの子はね、正直一番可愛いんだよ。これ家庭ではお小遣いいくらなんですか？そもそもお小遣い制ですか？いやー、いいね。お小遣い制ってなんかちょっとグッとくるもんある。逆にね。残念ながらお小遣い制じゃない。自由なんですか？奥さんに毎月食費を渡してみたいなタイプですね。逆お小遣い制ですか？お小遣い、お小遣いにしてもいいよみたいな感じ。なるほど。いくらって決まってるお金を預けて、あとはもう好きにしてみたいな。全部よろしくお願いしますみたいな。そういう感じ。あと必要なことがあったら、それは別で渡します。渡すし。それめっちゃ最高ちゃう？めちゃくちゃいいですね。これ相当な額渡さないと、だって奥さんは納得しないやん。そりゃそうよ。そうやんね。そうかもね。ねえ。おいくらぐらい？これ P だけど。めっちゃリアルやな。こんなこと言ってくれるんですね。これは絶対聞けないよこれ。猪狩さんの好きなとこ5つ、嫌いなとこ5つぐらい言ってください。猪狩の？好きなところ。好きなところもなんぼでも言おう。好きなところは、背が高い。なるほど。最初でそれか。あと細身。そう聞くか。あとはなんだろうな。声がすごく声がいいなと思う。ありがとうございます。それは嬉しいですね。なかなか狙って出せない枯れ方をしているっていう。ありがとうございます。あとはなんだろうな。すぐ出ますからもう。お母さんがすごい優しい。もう俺の話しちゃうやん。優しいよな。お母さんが優しいでしょ。あと嫌いなとこ？早っ。スンっていくやん。嫌いなとこか。なかったらなかったで全然大丈夫やねんけど。わがままなところはあるかな。それはね。ちょっとね。ロックやってる人ならしょうがないのかな。これはわがままなところあります。私も自覚がありますから。あとはね、昔すごい悪さをしていた。それの何が嫌いになるのさ。いや、やっぱりちゃんと生きてきたから悪さをせずにちゃんと生きてきたから。なんか昔悪かった人がなんか更生してなんか崇められてる感じがめっちゃムカつくね。そうさ、昔悪かったっていう人ってその悪かったことをなんか良しとしてない？わかるすごくわかるわ。かっこいい過去みたいに話すじゃん。なんか恥じてない感じ。それがねちょっと君メンバーやから2人がかりでグズグズ続いてるっすね。本当。あとはなんだろうな。もう二度とあんなことはなかったで全然大丈夫なんで。やっぱあの子を逃がしたことかな。ちょっとその話はやめてもらえます？なるほどね。あの時はすげえ俺らも背中を押したんだよね。お前この子と結婚しなかったら絶対後悔する。言うな言うなって2回も言うの。じゃあに聞いてる。いやなんだサウナ上がりみたいな。次行こう次。なんかすごい疲れちゃった今。これ普通の質問ですね。スクリームのやり方とか練習ってどうしたらいいですかって。これは音楽的な普通の質問ですね。なんかでも俺そのスクリームっていろいろあるんだよね、種類が。フライスクリームとかピックスクイールとかなんかガテラルとか
なんかそういうのだるいなって思う。なるほどね。技術じゃなくてこう叫びたいっていう魂の叫びじゃない、だからそれを技術的になんかやるのが俺はちょっと好きじゃないんだよね。同じですね。だよね。そう思います。なんかテクニックとして使ってる、ここでちょっと当てられたらかっこいいみたいな感じでやってるっていうのがちょっと俺は鼻についちゃう。俺はね、それはそれでいいと思うけど、全然そういうやり方すんのはいいけど、なんか俺もいやそんなん出てくるもので、それじゃないっていうのがあるから、なんかたまにスクリーム使い分け動画みたいなさ、たまにあるやんか、ああいうのを見てるとなんか音楽の本質何も分かってへんなそうまあなんか自分はいるな、ちょっと違うな、俺とは違う見方してんだなっていう感じしちゃうかな。だから叫んでここはギャーンっていきたいからそれをやるし、低くおーって言いてからおーって言うけど、それがなんていうスクリームなのかとかはどうでもいいっていうか、やりたいと思ったきっかけはリフューズドっていうバンドがいるんですけど、当時俺パンク小僧で高校生ぐらいの時パンクしか好きじゃないと思ってて、で当時 YouTube もなかったから、ビデオとか DVD で海外のバンドのミュージックビデオを見るみたいな感じだったんだよね。で、コンピでいろんなバンドのいろんな MV が入ってる DVD を買ったんだけど、それの中に入ってたのがリフューズドってバンドで、他は全部ランシド、ノン FX とかなんだけど、一つだけハードコアバンドのリフューズドが入ってて、めちゃくちゃかっこよくって、それがリフューズドあれやわ、フジロックで一緒の日やって、見たその時。やばかった。やばかったよね。やばい、やばい。で俺楽屋みたいなとこでさ、なんかバイキングみたいなとこがあって、おってんけど、怖すぎて喋れなくて喋りたいと思ってんけど、もう周りめっちゃ屈強なやついっぱいいて、なんか喋りに行けなかったんな俺でなんかバイキングで喋れなくて、もう俺パンクとかハードコアしか聞いてないから、なんかあんまそっちの人しか分からんかったんけど、白人の人が喋りかけてきて、もう何って感じやって、でなんかひじき見て、これは何ってずっと聞いてくんねんな。でも分からんけど、なんかもうジャパニーズシーウィードみたいな感じで言ってて、もうめんどくさとか思って、でどっか行ったら後でいろんな人に聞いて「お前リアムと何喋ったん?」って言われて、リアム・ゲラガーやってこっちの方が喋りたいですよPDI で来てて、やばいね。俺リアム・ゲラガー全然顔わからんくてあんな顔してんのに。俺全くわからんくて、いや眉毛つながってるやつがいたらそれはギャラが兄弟でしょ。ギャラが、じゃあ最後に普通にさっき、まあ給料の話してて、具合がどうかとかなんかそんなことで、結局その最高のギャラ聞けなかったんで、まあ、これバンドね好きな人も見てると思う。今からバンドをこうやるっていう人も見てると思うんですけど、このさっき言ったさ印税とかさ、物販とかなんかいろんなものがさ全てが積み重なって、この月こんなもらえたみたいなさ1ヶ月ってあるやん。月？ゼロの月もあるわけやけど、っていう月がある時もあるやんか。それの最高の1ヶ月教えてもらえますかね。めっちゃ気になる。めっちゃ気になる。大事。一月ね。夢を与えることがありますからね。一月の最高。給与明細を見てびっくり。嘘。ぐらいじゃん。これすごいな。いやすごいね。めちゃくちゃ夢あるやん。夢しかないですねこれはマジで。だからフェスが重なって、その合間でツアーもやって、みたいなので多分物販とかすごいことになってて、プラス印税のその
リリリースリース後後とかでのも入ってみたいないろいろ重なってドーンってすごいですよこれ。すごいいい車買えるぐらいやんね。いやでもそれってさ幅がすごくない？あ、そっかそっか、もうちょい分かりやすくしとくいやだってこんなんそんな金額ポンって言ってええんかってなんか俺がはばかるもん。だからやっぱ30代とかのサラリーマンの方の年収ぐらいってことかな。まあそうなのかな。こんなにはっきり言っていいんかな分からんけど、それが月で1ヶ月で、そういう時がたまたまあった。たまたまあった。でもそういう時がたまたまあるようなことがあるんですよバンドは。みんなやった方がいいですよ、マジで。まあ働き続けてないとダメだけどね。やっぱライブが続いてないともちろんダメだからね。そう。でも歌歌ってお酒飲んでイエーイって言ってお金もらえんねんで。それ以上のこともめっちゃあるけど大きくまとめるとそれ。まあ簡単に言うとそういうことだからね。いやーこれはちょっと夢のある話最後していただきましたね、ありがとうございます。いやとんでもない。こんな赤裸々に話していただいて、いいですね。いいですね。やっぱでも音楽で稼いだお金っていうのはそれでかかったね。そうやね、なんか違う副業やってお金がもらえても多分嬉しくないし、それってなんかなんていうんだろう、フェアじゃないというか。めっちゃわかる。もう自分がこだわって自分が好きなことやってそれで得たお金だから、俺すごい嬉しかった。いやーもう最高やね、それであんな車買ってまあそうだね、チャイルドシート乗ってるからね、あんなかっこいい車で。あの車にチャイルドシート乗ってんのってなるからまあね、いやちょっと夢のある話をありがとうございました、はい。じゃあ次回はね、奥さんのありちゃんにインタビューってそうだね。それはね多分 OK しちゃうからね。ダメだよ。OK してくれるかな。してくれると思うけどダメだよ。ほんまに、ちょっとそれしたいっすね。まあでもいいかもね、それ面白いんじゃない？逆にそれやってみよう。ちょっと視聴者の人は逆に一番見たいと思うねんな。そうだね、例えばめぐみさんに KJ の話を聞くとか、そういうの逆に面白いかもね。あ、ちょっとありちゃんが OK って言ったらまあは OK ですか。まあいいんじゃない？お、多分変なこと言わないと思うけどね。よし、じゃあ皆さんそれはそれでご期待ください。今日はありがとうございました。志村まーさんでした。